はい。この中にですね、私の人生3台目の電動折りたたみ自転車が入っているので、早速開封していきたいと思います。これはハンドルか。はい。車体の色が白、シルバー、グリーンの3色展開してるんですけど、これはなかなかね、マットで淡い感じのグリーンで結構いい感じの色です。では全部開封していきます。よし、いいんじゃないの。今説明書を読んできたんですが、組み立て方があるらしいので、一旦車体を展開しますと。いいのかな。でスタンドついてるんで、スタンドを立てて、そしてハンドルの配線をヘッドライトの下側に持ってきてから、このハンドルポストを緩めて挿入できないできないなあ。溝があるわ。溝ありました。溝を合わせて、で一番下の10に合わせたら締め付け。まだちょっと緩いな。こんなもんかな。そしたらハンドルの配線をヘッドライトの上に持ってきてからハンドルポストを立てると。これでいいのかな。これはバッテリーの鍵かな。でちょっとハンドルの角度がだいぶあれなんで直してなもんかな。なんかコントロールパネルめっちゃコンパクト。いうかこの自転車ウインカーついてんの。まあちょっと後で見てみよう。こちらがサドルですね。結構ふかふかめです。入るかな。入りました。こんぐらいかな。あとはペダルとかが入ってるんですね。ここはね、ペダルと工具とバッテリー。すごいシンプルですね。なんか絶対使うことなさそうな空気入れとか入ってないんで、そういうのは良いと思います。ペダルを取り付けまして、14くらいかな。違った。17か。違う。15か。15でした。これで組み立ては完了ですね。結構ね、いいデザインですね。細かいところを見ていくと、一応前後油圧ディスクブレーキですね。ちょっとねブランド名書いてないのでブランドは不明ですが、前後はディスクブレーキがついております。この自転車ね、結構いいなって思ったのが、このバッテリーがこのシートポスト一体型じゃないっていうところですね。こう日本でよくある電動自転車みたいにバッテリーだけがこうやって取り外せる形になってます。でもバッテリーをここにつけたまま充電することもできるっぽいですね。だからね、シートポスト一体型のバッテリーだと結構それ重くって
で毎回それを取り外して家の中持ってって、で充電終わったらそれを挿して、でシートポストの位置を決めて締め付けて、でコードを接続してってやんないといけないので、結構ね面倒くさくって、僕あんまやってなくって、このタイプだとほんとね、これを家の中に持っていけばいいだけなんで、僕は個人的にはこっちのタイプの方が好きですね。この自転車も金属のチェーンじゃなくてカーボンベルトになってますね。音が全然違う。なのでメンテナンスは基本的にはフリーで、油とかの汚れもつかないしっていうね、結構ねこれカーボンベルトはねいいと思います。でこのちっちゃいハブの中に 250W のモーター入ってて、で多分ねこの自転車はギアなしですね。でギアなしの電動自転車なんで、多分時速30キロ以上とかで走るのは結構きついんじゃないかなと思います。ちょっと後で乗ってみないと分かんないですけどね。でこの荷台はねついてるんですが、かなりコンパクトですね。12センチ ×28センチ7センチくらいです。結構コンパクトめ。マックス15キロって書いてあります。あ、ウインカーつけてみよう。右、左。でもこれウインカーついてる時にこの液晶にウインカーついてますよっていう表示は出ないんですね。なんか付け忘れとか付けっぱなしとか起こりそうな予感がします。電源を入れた直後にセッティングボタン長押しでメニュー画面に入れるんですが、これはユニット、キロメートル表示かマイル表示か、オートパワーオフ何分後にしますか、それともオフですか、ホイールは何インチですか。でもなんかこれは選べない感じになってますね。でパスワードを設定しますか設定しませんか、バッテリーの状態はこんなです。でプログラム、パスワードは番号いくつにしますかっていう感じですね。でよくこういう海外ブランドの自転車にある最高アシスト速度がなんか24キロ以上に設定できるとか、なんかそういうのはないっぽいので、ブランドとしては結構ちゃんとしてるんじゃないかと思います。ということでね、電動自転車って結構 250W のモーターが搭載されていることが多いと思うんですけど、結構ブランドとかモデルによって何て言うんだろう、このアシストされる強さとか弱さとか、初動どれくらいパワー使うかとか、なんかその搭載されているプログラムによって結構ね、その乗り心地がいいか悪いかとか、スムーズかスムーズじゃないかみたいなのが結構違うので、なのでこのアイノホットのね電動自転車がどれくらいというか、どういう乗り心地なのかっていうのをねちょっとテストしていきたいと思います。電動折りたたみ自転車にしてはそこまで重くない、軽い、めっちゃ軽いってわけじゃないけどめっちゃ重いってわけでもないですね。きしみ音とかも全くしないし、結構いい感じなんじゃないでしょうか。京都市内でこの自転車をしばらく使っているんですが、第一印象としてはなんかすごいねがっしりしている、剛性感が結構あるように感じています。サスペンションはついてないんですけど、シートがふかふかっていうのもあるかもしれないですけど、乗り心地はねすごいいい感じですね。ブレーキも前後ディスクブレーキでよく効いてるし、でタイヤもね細すぎないので、ロードバイクみたいにこう常に道路状況に気を使いながら走るっていう必要性も全然ないので、街乗りの自転車としてはこのくらいの感じですごいいいんじゃないかなと思います。金属のチェーンじゃなくてカーボンベルトでの駆動になるので、やっぱりね走行してる時の音は相当静かですね。でモーターの音も全然聞こえなかったですね。走行してる分にはモーターが動いてるような音は全然聞こえないです。
あとはですね、この自転車自体が IPX5 の防水性能を持っているらしいので、突然雨が降ってきたりとかしても全然大丈夫ということです。他のブランドの電動自転車で一回ね、雨の中で乗っていたら液晶パネルが壊れちゃって、もうそれ以降全然電動アシストされなくなっちゃったっていうことが一回過去にありまして、なので自転車自体が防水になっているっていうのはポイント高めですね。あと漕ぎ始めの出だしとか、電動自転車によってはパワーがありすぎてこうウィリーしちゃうとか、どっか突っ込んでいきそうになるとかたまにあるんですけど、この自転車に関してはそういうことは全然なくって、結構ね全体的にスムーズな乗り心地ですね。あとはスピードですね。やっぱりギアがないので快適に走れるスピードは時速でいうと18から24キロくらいかなと思います。時速24キロ以上になるとやっぱりアシストもなくなるし、ケイデンスもねすごい高くなって漕ぐスピードがねすごい速くなっちゃうので、かえって疲れちゃうので、なのでこの自転車はこう街中を比較的ゆっくり楽ちんに移動するみたいな感じの乗り方が一番合っているのかなと思います。ということで興味があればチェックしてみてください。では。